はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。焼肉の定番といえばタンは外せないですよね。ちなみに皆さんは牛タンと豚タンの違いをご存知ですか？実は意外と何のタンだか知らずに食べてる人も多いです。この動画を見たら牛タンと豚タンの違いで悩むことはもうありません。今回はかなりマニアックな動画です。それでは早速やっていきましょう。これが牛タンと豚タンです。大きい方が牛タンで、小さい方が豚タンです。こちらが先端部分です。基本的に舌は根元から先端に行くにつれて硬くなります。肉もそうですが、よく動かす部分は硬くなり、動かさない部分は柔らかいです。牛タンは先端の方がザラザラとした突起があり、表面の皮も硬いです。基本的に牛の表面の皮は処理して提供されます。豚のタンは牛のようなザラザラとした突起は先端部分にはありません。こっちが根元の方で上タンと呼ばれる部分です。牛の方がやっぱり質感が硬く、根元にも突起があります。根元の方は豚も突起があり、質感は柔らかいです。サイズがどんな違いがあるのか測ってみましょう。まずは豚のタンから。重さ 275g、 牛タンの重さは 1429g です。次は長さを測ってみましょう。豚タンが21センチです。牛タンが30センチです。次は周囲の長さを測ってみます。一番太い部分と先端の細くなり始めるところを測ってみます。豚タンの根元が 14.5 センチ、先端の部分が 10.5 センチです。牛タンは根元の太い方が 32.5 センチ、先端の部分が21センチでした。裏側はこんな感じです。豚の平均的な出荷時の重さが110キロくらいで、牛が700キロくらいなので、だいたい7倍くらいの体格差があります。重ねると大きさの差がよくわかります。次はカットして中がどんな違いがあるのか見てみましょう。まずは豚の根元部分をカットしています。あまり焼肉屋さんだと豚のタンを上タン、並タンで分けているお店は少ないです。豚もこの根元の部分の方が柔らかく脂も乗っていて美味しいです。次は牛タンを同じようにカットしています。この根元の方がいわゆる上タンです。中の白っぽい部分が特に柔らかく美味しい部分です。単価の高いお店だと完全に美味しい部分だけに削って提供したりしますが、その分食べるところも減ります。その辺のぶどまりに関してはどんなお店のスタイルかで変わるので、一概にどれがいいとか悪いとかは言えません。自分はこの真ん中の白い部分を上品に食べるのも好きですが、下についたタンした部分を多めに塩コショウして適当にフライパンで焼いて食べるのも好きです。断面を比べてみると大きさの違いがよくわかります。豚は血管も細いのであまり気になりませんが、牛は下の方の神経と血管が太く、歯触りが気になる場合は処理します。食べられないものではありません。次はタン先をカットします。豚の方が違いが分かりづらいです。牛は先ほどの根元に比べると明らかに白い部分が減ったのが分かります。次は縦半分にカットして違いを見てみましょう。豚タンは比較的脂肪が少ないです。根元から5分の1くらいまでが脂肪が多いです。牛タンは根元から3分の1くらいは脂肪があるのが分かります。なかなかこんなカットをして比べないので貴重な映像です。それでは次は実際に焼いてみましょう。今回は豚タンと牛タンの根元、中間、先端の3つの部分を食べ比べます。牛タンは基本皮を剥いて提供されますが、実際皮がついた状態だとどんな違いがあるのか試してみましょう。いただきます。まずは皮付きの牛タンから焼いてみます。実際焼肉屋さんや料理人の方でも皮を剥くのが当たり前だと思って皮を食べたことない人がほとんどだと思います。結論から言うと皮は食べられます。でも美味しくありません。ボソボソして口の中でタンと馴染まないです。食感は少し硬い鮭の皮って感じですね。美味しくないのでやっぱり取るのが正解です。現状タンを処理する工場ではきっとタンの皮大量に処分されているので、このタンの皮を美味しく調理することができたら業界を変えられるかもしれません。次は上タン部分を焼いて食べ比べてみましょう。豚のタンは特に皮は剥かなくても違和感はありません。お店によっては根元のひだひだ部分だけ処理するお店もあります。うちでは特に処理しません。このひだひだは乳頭と呼ばれる突起で、特に食べることは問題ありません。牛の方がより柔らかさがありますが、豚の上タンは旨味では負けてないです。こんなうまい部分が牛より安く食べられるなんてすごいですよね。おそらく今後も牛タンは価格が高騰していくので、その値段とうまさを考えると自分は正直豚タンをおすすめします。でも牛タンの人気は衰えなそうですね。次は波の部分を食べ比べます。この辺は牛も少し硬くなります。包丁を軽く入れるとか工夫すれば全く問題ないです。豚も少し硬くなりますね。ちなみにカロリーは牛タンの方が高いです。豚タンの方が高タンパクで低脂質です。タンはレバー、ハツ、豆に続いてカリウムも豊富に含まれています。最後に先端部分を焼いていきましょう。基本的にこの部分は焼き用の商品として出すことは少ないです。
煮込みとかに混ぜたりミンチで使ったりすると旨味があって美味しいです。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。牛タンと豚タンの違いいかがでしたか？普段何気なく食べている部位ですが、こうやって比べると違いがありますよね。もし好評でしたら他の部位の違いも紹介します。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。